モスクワも楽しかはい、ったと。モスクワはきつかったです。で世界選手権で2位になるんですけど、その時はいに記者会見で緊張で泣きそうでしたっていうはいセリフを言ってましたけども、はい、でも取れたんですよね。あのそう時なんですよね。あはちゃんとオペラの時は座の怪人の時なんですけど、そうなんですよ。緊張で泣きそうってしっかり英語で通訳さん訳してくれて受けてましたけどね、世界中いやもうね、あの時ね、そうなんですよ。世界選手権、そうですね、最終グループ、トリノオリンピックで初めて最終グループっていうものに入ったんですよ、世界レベルの。で、次の、最終グループっていうのはシそうョートプログラムを滑って上位6番まで入るってことですか？そうですね、はい。で、その世界選手権も、なんかほぼそういったメダル圏内の中での最終グループっていうのは初めてだったんですけど、で、日本っていうことで、本当に、これ取らなきゃやばいっていうところと、ここで見せてやりたいっていう、見せつけたいっていう自分の気持ちとのプレッシャーっていうのはすごくあったので、厳しかったですね、あれは。よくあの時負けなかったですよね。そうです、あの時はなんかね、フリーもね、1番だったんですよね。2番。1番、ショートはねちょっとあんまり良くなくて3そう番でしたね。実は風邪をひいてしまいまして、前日に。ダメですね。そう体調管理ができてなかったのですごい怒られましたけど風邪をひいてしまいまして。でこうやって2位になったんですから、みんなね、日本中の方もそうだと思うんですけども、バンクーバーはね行くだろうって思った方も多いと思うんですよね。記者も思ってたら、次のシーズン世界選手権なぜか4位、はい、でその後ちょっとモロゾフコーチを離れることになりますよね。そうですね、はい、あれって自分の中でもあれですごい大きい、ちょっと変わります。波乱万丈が始まっちゃうんですよ、彼のちょっとはい、はい、ちょっとスポコン漫画でもなかなか作れないぐらいの波乱万丈を持ってらっしゃる方なんですけれども、そうですかね、いやなかなかコーチと別れるのと怪我と同じ時にはやらないでしょあそうですかねニコライ・モロゾフコーチって言ってロシアのコーチで、今も安藤美希さんとか教えてらっしゃったりしてますけれども、離れるっていうのはやっぱり大きかったですか？そうですね、今までこうフルに任せてというか信じきってやってたので、任す人がいなくなったっていうか、長光コーチはいたんですけれども、本当にサポート役にもう回ってしまってたので、急にまた元には戻れないんですよ、やっぱり。特に長い間関係を持ってるって言い方はちょっとあれですけどリレーションシップをすいません、リレーションシップをね保ってきたので、特に普通のコーチと生徒っていう関係ではなく、やっぱり一緒に居候させてもらって、居候っていうのかな、同居させていただいて、半分親のような子供のようなみたいな関係の中でやってきてるので、すぐにはポンと戻れなくて、で今まで練習方法だったり全てを任せてたのに、今度は自分自身で決めていかなければいけないってところで、でも自分の言う言葉に責任もやっぱなかなか取れなくて、すごく迷いがあったりとかもあったので、そこら辺は大変でしたね。なかなかその時から自分で何とかしなきゃって思うようになるんですよね。そうですね、自分そういうタイミングなのかなっていう、22? 20ちょっと2008そうですね、22だ、22ですから、はい、大学卒業するそうですね、なんで一応ね世間的には外に飛び立つところなので、しっくりしなきゃっていうのが、でもなんかあんまりしっくりいかなかったんですよね。しっくりというか、うまくいかなかったというか、ブレるというか、どうしたらいいのかわからないというか、と思ったらいきなり怪我。そうですね、もうすごいいろんなところ、いろんな意味でメンタルが最悪だったので、そこででもやっとシーズンに向けて練習しだしたって時に切っちゃいましたね。はい。で割と切った直後元気だったんですよね。そうなんですよ。手術終わった直後はね、まさかあんな大変なリハビリが待ってるとは。あれはね、本当はあんなにリハビリ毎日できないんですけど、オリンピックが近いということで、すごく協力してくださって、毎日していただいて、本当にそれはありがたいことなんですけど、それも分かってるんですけど、それ以上に厳しくて厳しいリハビリの内容をちょっと一部見せていただきましょうか。本当にリハビリって単調な作業なんですよね。これで数値が出ないと次にステップに行けないんですよ。ある程度のものをクリアしないと次のリハビリができないんですね。標準のあるんですけど、それをクリアしないといけなくて、
遊べてるから荒れてそうなんたんですね。荒れてる時はうん、メンタル荒れてる時は髪の毛が金髪になってるらしいですみたいです。この時黒いですしねすいません、もう今じゃ考えられないですけどでもやっぱり本当にリハビリってきついらしくて、大体同じことの繰り返しじゃないですか。そうです、永遠エンドレスですね。エンドレスにこんなことしてるだけじゃないですか。はい、まあ大体みんな脱走するんですよね、スポーツ選手。どうなんですかね。プロ野球選手も大体脱走するんですよ。脱走するんですか一度どっか脱走するか逃げるんはい、ですけれども、逃げてしまいましたね。逃げてしまいます。はい、辛い、よくそのシーズンにみんなに聞かれたのは、これだけ辛い思いをして何か得たものありましたかって聞くんですけど、脱走今はしてないけど、ごめんなさい、もう一回。辛かったでしょ、リハビリは辛くって、はいはいそういう辛い思いをしたら何か得たものありましたかって聞かれて、大体沈黙してたんですけど、はい、まあ辛い時は辛いって気持ちしかないんですけど、今はもう2年とか3年経ってみて、何が一番得られたと思いますか、怪我から。そうですね、怪我をきっかけに自分の体っていうものというか、体っていうものに意識がいくようになった。なんかちょっと分かりますかね。なんか、体を知ることの大事さっていうのは気づかされた。逆にそれがこう邪魔して頭で考えすぎちゃって、こうスケートにうまくいかないか、今まで感覚でバーってやってきた人間なので、それから切り替わって頭でっていうとなかなか難しくて、今まで2年3年ぐらいかかっちゃったんですけど、でもそれをすることによって、興味を持つことによって今のこういう状況が生まれてきているので。どういうところで生きてますか。あれからすごく、リハビリでいろんなことを考えながら体を動かすには、こういうことを考えながら動かすとまたより一層効果が出るなっていうところっていうのは、そのリハビリをしてから気づいたことで、する前は逆にあまり今調子がいいから何もしないでおこうっていう、維持していこうっていうところで滑ってたんですけど、トレーナーについてからですけどね。それまではトレーナーついてなかったので何も考えずにチャランポラに滑ってましたけど、やっぱりその時にニコライ・モローゾフコーチのところに同じ大学の選手の小田君が行ったりとかして、やっぱりいろいろ言われたりしたじゃないですか、世の中の人たちとか、狭いスケート界かもしれないけど、やっぱりね、言われるとやっぱり気になったりするじゃないですか。そういうところで気持ちを強く保てたっていうのは。それはでもあんまり、自分が決めたことっていうのもあったし、その小田選手も自分自身が決めたことで、やっぱりみんなトップを目指していってるので、そこら辺のストレスっていうのは、それは習いたい先生になるのは当たり前かなっていうところがあったので、何のストレスもなかったですかね、そこら辺は。ただ自分がどうしていけばいいのかっていうところにはストレスありましたけど。でも実際怪我のリハビリが、さっきの映像であった辛いリハビリが4ヶ月ぐらい6ヶ月ぐらい続いたんですよね。基本的には半年続いて、っていうふうには言われるんですけど、初めて滑ってみたらって感じだったんですよね。初めて滑った時はもう本当に腰引け状態で、どこまでやっていいのかがわからないというか、その怖さがすごくあって、滑って、ちょっとしたら慣れてきたので、全然滑ることに関しては大丈夫でしたけど、ジャンプの最初は怖かったですね。本当に大体シーズンっていうものは9月の末とかぐらいから徐々に始まって、10月からですけれども、その前の年の10月に怪我して、1年空けて、10月にそうですね、復帰してきて、試合で初めて、僕金メダルって言ってたけど、果たして間に合うのかなっていう気持ちはありましたよね。もう全然間に合わないと思ってましたオリンピック行けるかなっていうところで、その初めて飛んだ時なんかはもう絶対無理だなっていうところはありましたけど、もう怖すぎて、でも1ヶ月2ヶ月するうちにある程度戻ってきたんですけど、1回僕ジャンプ全部なくなっちゃって、また全然飛べなくなってしまったので、その時はかなりの勢いで焦りましたけど、で試合やっても成績できないというか、いい演技もできないし、それは焦りましたね。でもあまり不思議とその時に「いやでも俺大丈夫ですよ」とか言わなくて、割と「いやメダルはだいぶ遠いかな」とか割と素直に喋ってましたような気がするんですけど、もうね、見え張ってないような気がしたんですよね。取り繕えないぐらい焦ってたんで取り繕っても仕方ないなっていう、もう開き直るしかないなみたいな、もうギリギリ間に合ったらそれでいいやみたいな、間に合いたかったんですけど、
なんかこう復活劇は絶対作りたいみたいなどこかにはすごくあったんですけど、でも実際状況はちゃんと見えるじゃないですか、自分自身が。復活してあーっていう、うん世の中言わせてみたいと思っ見たけど、たいっていうところはすごくありましたけど、でも実際ね状況はね現状はすごく自分が一番分かってるんで、そこは冷静には入れられましたけど、なんで多分そういう発言をしてたのかなっていうのはあります。なかなかそれでね、長光先生やはいとかとも喧嘩したりとかいろいろ大変だったみたいそうでですけどね、ね。ほぼ毎日のように喧嘩してましたね。何が原因なんですか？でもただの八つ当たりですね、僕のいやでも当時はね、マネージャーもそうですけどトレーナーにも、トレーナー、長光コーチよりもトレーナーが一番ひどかったですね。何やったんですか？もう携帯を投げちゃったのでそれでも怒らずにね、ご存知の方はご存知だと思いますけども、あんな感じで淡々とみたいないてくれて本当に良かったなと思います。もう本当に僕のはけ口でしたからトレーニング見てるよりそっちの方が多かったんじゃないかな、当時は。心のリハビリみたいな。心のリハビリはかなりしてくださいましたね。でもやっぱりなかなか自分のスケートに自信が持てなくても、やっぱりそれまで築いてきたものに対するプライドはありますよね。そこの辺の折り合いってどうしてたんですか？どうですかね、プライドはありましたけど、特に試合に行ったりする公式練習で一緒に他の選手と滑ったりとかなんかすると、自分自身だけちょっとやっぱりなんていうんですかね、ジャンプも飛べなかったり不安定だったりとか、今まではもうそんな心配は全くなかったのに、なかなか飛べないで、なんか恥じゃない恥ずかしいっていうか、なんか情けないというかみっともないというか、そういう気持ちっていう中での戦いっていうのがありましたね。でそれは思う必要はないと思うんですけどね。でも今までができてたから、そこら辺でなんか自分が自信を持っていられないっていうところはあったので、そこら辺は大変でしたね。で、ついに氷に乗り始めて試合とか要するにショー人前で滑るようになったのが8月なんで、はい、それから9、10、11、12と進んでバンクーバーオリンピックついに復活劇が始まりますが、ちょうど年が明けた2010年の1月ぐらいから体が戻ったっておっしゃってましたよね。自分の体がどこに飛んでいくのかとか、体がどういう動きをするのかが分かるようになって、それまで分からないでよくあれだけやってましたね。それまでいやでもできてなかったですけどね。そのバンクーバー、ごめんなさい、変な発音になっちゃいましたけどバンクーバーの時も今から思えば全然戻ってきてないなっていうのは今から思えばね、でもその当時は全日本を越してなんか頭っていうよりもだいぶ体で動けるようになってきたなっていうところはありましたね。でやっぱりじゃあ皆さんも興味持ってオリンピックってみんな興奮すると思うんですけれども、日本人なんかオリンピックってやっぱりどの大会とも全く違うんですよ。違います。本当に雰囲気が違うんですよ。テレビじゃわからないんですけども違いますよね。違いますね。オリンピック感を味わえるのはテレビだと思うんですけどなんかだんだんワクワクしてるなっていうのをこういうことあんまりわからないので、でもその緊張感、空気感っていうのはやっぱりオリンピックは違いますね。何が違うんですか？何ですかね、あれ選手もそうですけど、4年に一度、でもやっぱりオリンピックと世界選手権ってやっぱりどっちもハイクラスですけど、やっぱりオリンピックで勝つっていう凄さっていう4年に1回合わせる凄さっていうのはやっぱり選手本人たちが一番知ってるじゃないですか、難しさを。そういった中で作り上がる空気っていうのが違うのかなと思いますし、周りの方もね、オリンピックっていうものをやっぱり意識違うじゃないですか。そういう応援してくれる方もでスタッフもそうですけど、そういったみんなのあれが違うのかなと思いますけど、ね、会場にいるとビンビン回ってるなっていう空気感なんですけど、そこでオリンピックの演技をちょっと